ジンが GQ の10エッセンシャルスに出演し、自分の人生に欠かせない10個のアイテムを披露しました。愛用しすぎてボロボロになったサンダルや服、ゲーミングキーボードなど、ジンの必需品はどれも親近感が湧くものばかり。その時に登場した10個のアイテムとそれらを選んだ理由をまとめましたので、ぜひご覧ください。ジンの飾らない姿にキュンとすること間違いなしですよ。GQ マガジンセで生活必需品を紹介。アメリカの代表的な男性ファッション雑誌 GQ の10エッセンシャルスとは、アーティストやアスリートなどの著名人が10個の必需品を紹介するビデオシリーズです。ジンが出演した回は2022年11月1日に GQ の公式 YouTube チャンネルで公開されました。11月4日には GQ ジャパンのアカウントにて日本語字幕版がアップ。ジンは登場するなり BTS のメンバーってクールですよね。比類なきかっこよさだと思いますとメンバーのことを褒めたたえます。その後続けて僕の家族もクールです。でもメンバーの方がクール。ごめん家族のみんなとコメント。ジンらしさを感じるお茶目な発言ですね。メンバーを褒めるジンの姿にほっこりします。1テニスバッグ&ラケット。さて本題に戻りましょう。ジンが最初に紹介したのはテニスバッグとラケットです。ミニオンがプリントされた青と黄色のビビッドカラーのバッグに見覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。どこで見たのかというと、2022年8月27日に投稿されたジンのインスタです。写真がアップされた当時、あまりの可愛さに SNS で話題になっていましたね。こちらのアイテムは錦織圭選手とミニオンのスペシャルコラボ作です。錦織選手をミニオン化したエアー K ミニオンがバッグにプリントされています。国内限定500本発売の希少品です。ジンがこのテニスバッグを選んだ理由は、可愛いと大きすぎないサイズ感の他に、限定品だからという理由がありました。スーパースターは限定品に弱いと話すジンが可愛いです。ジンはテニスに関する J−HOPE とのエピソードも話していました。以前 J−HOPE をテニスに誘って対戦したら、結果はジンの圧勝だったそう。J−HOPE はテニス経験者であり、少年時代の夢はテニス選手と話すほどのテニス好きです。そんな J−HOPE と一緒にテニスを楽しめて、なおかつ勝つことができただなんて嬉しかったでしょうね。2ゲーミングキーボード。2つ目の必需品にはゲーミングキーボードを紹介。ジンがゲームを始めたのは小学生の時で、本格的にハマったのは中学生になってからだそうです。そして大人になった今もジンのゲーム好きは変わりません。1年から1年半くらい前はメンバー同士でゲームを楽しんでいたことも、3から4人が集まり仕事の合間に出先や家でゲームをしていたそうです。仲良くゲームしている様子を想像すると思わず笑みがこぼれますね。と、ここでメンバーのゲームの腕前に関するプチ情報。ジンによると BTS の中で一番ゲームが上手なのはテテらしく、ゲームそのものを理解するのが早いんですと話していました。反対に一番下手なのは J−HOPE で、そもそもゲームに興味がないのだそう。以前 J−HOPE にプレイしてもらおうと、ジンは大量のゲームを持ち込み、お手本を見せてから離席。けれどしばらくして席に戻った時もジンがプレイした箇所のまま止まっていたのだとか。これを受けジンは J−HOPE にゲームを進めることを諦めたそうです。3、財布。ジンが3つ目に紹介したのは財布でした。ジンにとってこの財布は洋服と同じような存在らしく、使わなくてもとりあえず持ち歩くのだそう。とはいえ
常に携帯しているわけでもなければ、外出時に持ち歩かないこともあります。帰宅すれば服を着替えるのと同じで、家では携帯しません。分身とまでは言えないかもしれませんと、ユーモアたっぷりに話していました。4. パジャマ。4つ目の必需品は、グッドデイ、パジャマ。アーティストメイドコレクション by BTS でジンが考案した、電子バージョンのタイニータンキャラクターがプリントされたパジャマです。パソコン、キーボード、マウスに次いで、電子パジャマも、いつもツアーに持っていくと話していました。まさになくてはならないアイテムですね。ジンがグッドデイ、パジャマを着用している映像は、公式 SNS でたびたび公開されています。本当に、このパジャマがお気に入りなんだなと思うと、微笑ましいです。電子パジャマの登場回数が多く、悪魔バージョンのキャラクターがプリントされたバッドデイパジャマは持っていないのかなと思っていたところ、2022年10月5日に公開された映像に悪魔パジャマを着ているジンの姿が収められていました。これで悪魔パジャマを買ったアーミーもジンとお揃いです。どちらのバージョンも着用して見せてくれるところが嬉しいですね。5. 携帯電話。5つ目の必需品は携帯電話で、ジンは酸素と同じくらいなくてはならないものですと話します。そんなジンの携帯をカバーしているのは BTS のモチーフが散りばめられたスマホケースです。グループに対する愛をひしひしと感じますね。6. バッグ。ジンが6つ目に紹介したのはルイ・ヴィトンのバッグです。アーミーなら必ず一度は見たことがあるであろう、あの緑色の小ぶりなショルダーバッグ。ジンがこのバッグを持っている姿は、公式 SNS やメディアサイトなどで頻繁に見かけます。てっきりデザインが気に入っているのかと思えば、機能性を重視しているのだそう。リュックを背負うのがあまり好きではないというジンにとって、このショルダーバッグのストラップは、疲れた時に肩にかけるのにちょうどいい長さなのだとか。バッグの中には、先ほどご紹介した財布の他に、リップクリーム、目薬、アレルギーの薬が入っていました。目薬はゲーマーには必要なんですと言って、照れ笑いするジンにキュンとします。7. キーリング。7つ目の必需品は、ヴィトンのバッグにつけているメイプルストーリーのキーリングです。いくつか種類はあるそうですが、その中でも最も長く一緒にいるのはピンクビーンだそう。情が湧いてますというくらい、ジンはこのキーリングが好きなようです。それにしても、自分にとって欠かせないアイテムの一つに、ゲームのキャラクターのキーリングをあげるとは、ジンのこういうところが愛おしくてたまりません。また、キーリングを紹介する時のジンの手に注目し、SNS に指差しするのではなく、友達を紹介するように手で示すところが素敵と書き込むアーミーも、このように、ふとした瞬間にも、ジンの人間性の高さが現れていますよね。8. パンツ。8つ目の必需品は、ジンといえば、で、おなじみのブランド、トム・ブラウンのパンツです。トム・ブラウンはシンプルだから好きなのだそう。そんなジンのファッション哲学は、服を買うなら有名ブランドに限るです。高額なアイテムなら、ブランドロゴが大きく入っているものが好き。お金を使った実感が湧くから、とのこと。お金持ちなのに買い物する時の発想が中高生みたいで可愛いですね。ジンは、ファッションにはあまり興味がなく、着るものについてこだわりはありませんと話します。見た目で一番重要な顔は完璧ですからね。洋服は付属品ですと言い切るジンのユーモアセンスが最高です。着る服を選ぶ時も特に何も考えず、目の前にあるものを着ているだけなのだとか。
必需品として8つ目に紹介したトム・ブラウンのパンツは、きっとジンの目に入ることが多かったのでしょうね。ヘビロテしたせいで、ふと気づくと穴が開いていたそうです。穴が開いている部分をカメラに向けて、今日直しに出すつもりで持ってきたと照れくさそうに笑っていました。ボロボロになるまで着て、さらにはお直ししてまで着続けようとするジンの庶民的なところに親しみを感じます。旧肝臓疲労回復剤。ジンが9つ目に紹介したのは、肝臓の薬、ウルサ。ジンはデビュー当時、すごく顔がむくむタイプだったそうです。ネットで原因を調べてみると、栄養不足もしくは肝臓が弱っているかもしれないという情報が。そこで、肝臓にいいものを探した結果、ウルサを見つけ、1から2ヶ月摂取してみたところ効果抜群。それ以来、顔のむくみは収まっているそうで、深夜に食事をしても、仕事で疲れていても大丈夫。僕の芸能生活には欠かせないアイテムですと語っていました。最後は、健康には大して気を使っていないです。顔の手入れは欠かさないですけどね、と冗談めかすシーンも、即人物炸裂です。10サンダル。いよいよ最後となりました。10個目の必需品はルイ・ヴィトンのサンダルです。ジンは自身が履き込んだサンダルを見て、かなり色あせていますよね、と恥ずかしがります。このサンダルは2から3年前から履いているそうです。履く頻度は相当高く、なんと365日中300日。前述したヴィトンのバッグやトム・ブラウンのパンツ同様、ジンがこのサンダルを履いている姿は、公式 SNS などで本当によく見かけるので、納得の愛用度です。メンバーと遊ぶ時やツアーの時に履いていくのはもちろんのこと、ジンは釣りに行く時も、ヴィトンのサンダルを履いていきます。どんな時でも履いてしまうくらい快適な履き心地なのでしょうね。ジンは孫の代まで受け継ぐつもりですと話していました。好きなものを大切に長く使うところが素敵です。まとめ。ジンの人生の必需品。1テニスバッグ&ラケット。2ゲーミングキーボード。3財布。4天使パジャマ。5携帯電話。6ルイ・ヴィトンのバッグ。7メイプルストーリーのキーリング。8トム・ブラウンのパンツ。9肝臓疲労回復剤ウルサ。10ルイ・ヴィトンのサンダル。GQ の10エッセンシャルスに登場したジンの人生に欠かせない10個のアイテムは以上になります。初めて見たものは財布とウルサくらいで、他はどれも見覚えのあるアイテムばかりでしたね。いつもジンが持っているあれだと見ていてとても楽しかったです。これからもおなじみのアイテムを使い続ける姿を見せてくれたらいいなと思います。